ラーバス、リトアニアマニアの橋本です。今回のテーマは、リトアニア渡航での初ロケを行うことになるんですけども、その撮影プランですね。どういったことをやるかっていうのをちょっと紹介したいと思います。私が初めてリトアニアに行ったのは、今妻と出会った2015年なんですけれども、それから結構何回も行ってます。で、観光地とかも、ある程度一周したかなとは思ってるんですけれども、こうして、改めて皆さんに紹介していこうということで、もう一回今までやったことも含めて、やり直したり、あまり皆さんが体験しないようなところもご紹介したいと思ってるんで、いろんなことやりたいなと思って、とにかくカメラを回しまくりたいと思っています。基本的には普通の観光案内では紹介されないようなことを、ニッチなことをやっていきたいなとは思ってますけれども、いろんなことを皆さんにお届けできたらなと思っていますね。で、最近はどうですか？海外旅行結構行くの渋っちゃいませんかね？ユーロとか円安があったりですとかね、大変だと思いますけれども、そういった海外旅行ちょっと行けてないなっていう方のためにも、ちょっと面白いことを紹介できればと思いますし、これからリトアニア行ってみようかなって思ってる方には、こんなところもあるよみたいなことをですね、紹介できればなと思っています。この動画を投稿しているタイミングっていうのは、おそらく渡航の直前か、まさに渡航している最中か、それぐらいになってると思うんですけれども、今回の旅の目玉は、以前の動画でもご紹介した歌と踊りの祭典ですね。4年に1回行われるダイヌスベンテと呼ばれるイベントなんですけれども、今年100周年を迎えるということで、ちょっとこれは今回このタイミングしかないよねっていうことなんで、ここをちょっとメインにスケジュールを組ませていただきました。ユネスコの無形文化遺産のイベントということなんで、その様子もですね、撮影多分 OK だと思うので、ご紹介していきたいなと思っています。その他にはですね、ビルニュス、首都のビルニュス、それから第2の都市カウナス、それぞれ旧市街と呼ばれるオールドタウンがありますので、この街並みですとか、ショップもですね、撮影 OK って言ってくれるようなお店は、いくつか紹介していきたいなと思っています。それから、ちょっと個人的に興味があるカクテルバーですとか、バー関係ですね。お酒扱ってますんで、お酒に関わるところでちょっとおしゃれなところをご紹介したいなと思っています。あとはカフェですかね。コーヒー好きなんで、そういうのも、面白いところがご紹介できればと思っています。あとはもうローカルなところで言うと、スーパーの何が売られてるかとか、物価どんぐらいなのかとか、あとはコンビニのようなお店はどういったものがあるのか、この辺もちょっとご紹介できればと思いますね。地元の生活感がちょっと垣間見れるようなこともできればと思っています。で、妻の地元にも行く予定なので、妻の地元はちょっと歩けばもうすぐ森になってますから、その森を散策したりですとか、季節が合えば多分あると思うんですけど、ベリーとかね、北欧とかはベリーとか木の実結構有名ですから、前回行った時もそこら中に生えててですね、そのまま、食べれるような感じで、無農薬のベリーがなってますから、そういうのもちょっとご紹介できればなと思ってますね。あとは、この辺は撮影の許可が下りればっていうところですけど、シュルリョーニスの美術館ですとか、悪魔博物館っていうところ、この辺もご紹介したいのと、あとは琥珀関係ですよね。ものすごくおしゃれな展示があったりしますので、この辺もご紹介できればなとは思っています。リトアニアっていうのは近年、映画のロケ地にもよく使われていてですね、ネットフリックスのチェルノブイリっていう作品ご存知ですかね。チェルノブイリの原発事故を描いた作品なんですけれども、この作品では多くのシーンがリトアニア使われてます。衝撃的な内容だったんですけれども、すごく楽しめました。ちょっと重ためですけどね、そういうの好きな人にはおすすめの映画ですね。で、今回のロケでは、同じくネットフリックスですね、大人気シリーズ、ストレンジャーシングスっていう作品がありまして、このシーズン4、現在の一番最新のシーズンですね。このシーズンで、使われたロケ地をちょっと行ってみたいなと思ってます。夫婦でね、このストレンジャーシングスが大好きなんですけれども、ホッパーっていうおっさんのキャラがいるんですけれども、このキャラクターがソ連の収容所で強制労働を強いられてるっていうのがシーズン4ではずっと続くんですけれども、その強制収容所、これのロケ先がリトアニアのビルニュスだっていうことなんですね。ルキシュケスプリズンと呼ばれる実際の刑務所で、現在ではコンサート会場ですとか、
夜ちょっとお酒が飲めるバーになってたりするっていうことで、ちょっと新しいコンセプトで、観光地化してるらしいので、ちょっとこれ行ってみたいなと思ってます。で、次のシーズンね、シーズン5が、ストレンジャーシングス最後のシーズンになるっていう風にも噂がありますんで、ちょっとまだ見てないよ、ネットフリックス入ってるけど見てないよっていう方は、ぜひ、まだ間に合いますんでね、ご覧になっていただければと思います。私が行く、ご紹介する場所もシーズン4で出てきますんでね、楽しみにしていただければと思います。今回は、ラトビアのリガとエストニアのタリンにも行く予定になってます。リトアニアには何回も行ってるんですけども、妻、リトアニアの人ですけど、妻もこの2カ国行ったことないんで、夫婦で初上陸ってことですよね。楽しみにしてます。もともとリトアニアマニアということで、リトアニアをいっぱい掘り下げていろんなことやってたんですけども、知れば知るほどですね、このバルト三国っていうのは切っても切り離せない強い絆があるし、つながりを感じるようになったんで、行かないわけにはいかないなっていう思うようになってきたのと、リトアニア大体一巡して場所も知るようになってきたんで、この辺でちょっとラトビアとかエストニアのとの違いもね、ご紹介できればなと思ってます。滞在期間はちょっと短いんですけれども、いろいろとご紹介できればなと思っています。今回は、フィンエアーですね。フィンランドの航空会社を使うので、いつもはトルコ航空を使ってるんですが、フィンエアーを使うんで、ヘルシンキのトランジットの免税店の様子ですとか、ビルニュスっていう、リトアニアの首都ですね。ここの空港の免税店ですとか、お土産ショップですとか、そういったところもご紹介できればなというふうに思います。基本的に我々夫婦はですね、食事に関してはプラントベースを実践しているので、食事に関しては結構ビーガンとか、ヘルシー系の紹介が多くなってくると思いますけれども、結構ベタな、リトアニアだとツェペリナイですとか、シャルティバルシチェイとか、絶対食べておきたいものってあると思うんですけど、そういったところのご紹介はちょっと弱めになるかもしれませんけれども、ちょっとまた違う角度でご紹介していくので、その辺も参考にしていただければなと思っています。おなじみの観光地の他にもですね、わざわざここには観光で時間割かないな、みたいなところにも積極的に、行ってですね、ご紹介したいと思ってますので、行く予定の方は参考にしていただいて、行く予定がない方は、行ったつもりになって、いろいろ楽しんでいただければなと思ってます。ロケでは結構妻の出現が多くなるかもしれませんので、その辺も、楽しみにしていただければと思います。なかなかパンチ効いてますんでね、びっくりしないでいただきたいと思いますが。はい。というわけで、旅楽しんでいきたいと思います。というわけで、今回はここまでになります。それではまた、いき